魔境。それは異形の住む森。アードラには存在しないはずの魔物どもが跋扈する。この世の吐きだめだ。その魔境に、俺、カミンロは、東方の侍であるシムールと共に、足を踏み入れていた。焦るな、カミンロ。焦らずにいられるかよ。こうしてる間にもエルシレールが。なぜこんなことになったのか、なってしまったのか。つい先日まで俺は剣の修行のために東方にいた。列強が共に手を携え天意と死闘を繰り広げていた頃、俺は己の限界を悟り単身東方へ渡った。天意から逃げたつもりはなかった。ただただ強くなりたかった。自分のためだけではなく、あいつのために。どうした？ここまでか。うるせえな。ちょっと一息入れてるだけだよ。なぜ疲労するのか理由はわかるか？魔物が多すぎんだよ、ここは。だからだろ。侍の修行の地、試練の山、当然のこと。だが理由はそれだけではない。何度も言うが、肩の力を抜け。そこがお前の欠点だ。やる気が空回りし、力を発揮できずにいる。わかるか？自在に操れる力こそが実力。己が制御できない力は実力とは言わない。まあわかるけどな、なんとなく。なあ師匠、教えてくれないか。俺に足りないものが他にあるなら遠慮なく。それは自分で気づかねばならない。我を捨て力に頼らず、和をもって和となすべし。シデルにも教えた言葉だ。その言葉の意味が分かれば俺も侍になれるんだな。まあそうかもしれん、そうじゃないかもしれないかな。俺は侍になる、絶対に。エルシレールよりも先に。天意討伐後に私エルシレールは東方へと渡った。カミンロの後を追うようにして。カミンロは私が思った以上に東方での修行に取り組んでいた。私にも侍への憧れはあったが、
カミンロが強くなっている様をこの目で見たかった。それで東方へ向かったのだ。ところが半年も経たないうちに突然リオニスより魔境探索の命が下された。同行するのはイルディラ、東方から派遣されたミランダ、さらにリオニス兵が数名、そしてカーシェ。カーシェがこの探索校に加わることになったのは魔境に詳しいからだ。ある程度ではあるが、魔物と心を通わせられる彼女がいれば我らとしても助かる。ここが魔境。獰猛な魔物たちが次々と襲いかかってくるって聞いてたけど。ふむ、確かに想像とは違うな。でも油断しないで。気配を消した魔物どもが私たちの後をつけてくるわ。何も起こらないから安全なんじゃない。何も起こらないからこそ不気味なのね。ええ、同感ね。カーシェ、どう思う？何でもいい。感じたことを教えてくれ。木々や花、草たちはいつも話しかけてくるんです。私がここで暮らしていた時はそれで何度も命を救われた。でも今は声が聞こえてこない。誰も話しかけてこない。まるで何かに怯えているように息を潜めてる。引き返すか。どうしたの？突然。これだけの兵力で私らの探している門とやらにたどり着けるのか。ま、引き返せば安全ってわけではないのだろうな。ただ嫌な予感がするのだ。じきに日が落ちるわ。今日はこの辺りで野宿しましょう。事の発端はリオニスに受け継がれてきた古文書だった。解読を進めることでそれがアムネリスの書き記したものだと分かったのだが、問題となったのはそこにアードラ大陸滅亡についての記述があったことだった。さらに解読が進められた。アードラ大陸が海へ沈むそのきっかけとなるものが未来からやってくる。そしてその手がかりとなるものが魔境にあると判明し、我らが派遣されることになった。古文書によればアードラ大陸を滅ぼす存在がこの魔境に現れるらしい。問題なのはそれが何なのか見当もつかない点だな。天意のような化け物なのか、それともこのアードラ大陸を海に沈めるほどの力を持ったものが存在するとは思えないんだけど。同感ね。でも古文書が間違っているとも思えない。そうね。そうすると
この魔境で私たちを待ち受けているのは。やはりこの戦力で魔境を探索するのは無謀かもしれんな。本来ならば我が師シムールも魔境探索に同行するはずだったんだけど。そうね、それだったら心強かったんだけど。シムール殿はカミンロの修行に今もつきっきりだからな。カミッロは侍になるため東方に渡ったのよね。そうだな、まだくすぶっているようだが。カミッロは決して素質がないわけではない。私はむしろ見どころがあるとさえ思っているわ。それでも苦戦しているのは。あのアホは見えっ張りだからな。あいつは何事も形から入ろうとする。雑な言い方をするとすぐにカッコつけようとするのだ。そこがカッコ悪いのだと理解もできずに。でも努力してるのならきっとそのうち。そうだな。まあそうなるといいな。カーシェ、近づいてくる。強い殺意。ついに来たか。リクス、ウェッジ。はっ、ここにカーシェとミランダ殿を頼む。お任せください。この命に変えても。なんとか撃退できたよね。私は眠くなるので古文書を読んでいないのだが、そこにはこの魔境の成り立ちについても書かれていたのか。えなぜアードラにこのような場所が誕生したのだ。にわかには信じられないことばかりよ。聞かせてくれ。ギルガメッシュは未来から来た。それぐらいは知っている。じゃあ他にも未来からいろいろなものがこのアードラに送り込まれていたとしたら。いろいろなもの。そう、ギルガメッシュにアムネリス、それと転移。それ以外の何かがこのアードラへ来た。未来にいる何者かが自分に都合の悪いものや邪魔なものをこのアードラに次々と捨てた。門と呼ばれる装置を使ってね。古文書にそんなことが書かれてるのか。その捨てられたものが大地を汚し生態系をねじ曲げ魔境を拡大させてきたのだな。この魔境に生息する他で目にしたことのない魔物たちは未来から来たと。私たちはそう解釈してるわ。この門はその後活動を停止し無害な存在となった。でももう何百年も動いていなかったのに突然動き始めたわけね。門を破壊しなければまたよからぬものが。
このアードラに廃棄されることになるかもしれないわ。なあカーシェ、魔物の声はまだ聞こえないか？聞こえてこない。そうか。魔物の声を聞いてどうするつもり？魔物と話ができるんなら聞いた方が早いだろ。その門とやらのある場所を。いいえ、もう目星はついています。本当か？この魔境に身を隠していた時、私を守ってくれた祭壇。あなたを守ってくれた祭壇？凶暴な魔物たちもあの祭壇に私がいると襲いかかってこなかった。しまった！油断した。ビックス、ウィッチ、急ぎリオニスへ帰還してカーシェが魔物にさらわれたことをモント様に伝えて。承知いたしました。援軍も必要だ。急いでくれ。必ずお伝えいたします。何としてもカーシェを！急ごう。同じ頃、俺は未だに試練の山に手こずっていた。一体何度目になるのだろう。いつもここでくじけた。今度こそと思いながら。今日こそこの試練の山を登りきってやる。エルシレールよりも先に。もうちょっとで頂上が。ここにいたか。あんたか。おいおい、師匠あんた呼ばわりはないだろ。まあいいが。何の用だよ。俺は今忙しいんだよ。悪いが修行は中止だ。え？どういうことだよ。いつまでたっても試練の山を攻略できないからって俺を見限るってことか。あんたそれでも師匠かよ。遠征に出ているミランダが鳥を使って手紙をよこした。待ってくれ。エルシレールたちに何かあったってことか。そのようだ。だから修行は中止だと言った。俺はこれから魔境へ向かう。お前も行くのだろう。当然だろ。約束した。いや誓ったんだ。あいつを守るって。事態は一刻を争う。まずは船で本土へ渡り、そこからチョコボで向かう。根津の皇帝となるだろう。こんな時に寝てられるかよ。俺とシムールは3日3晩チョコボを走らせて魔境へと向かった。魔境に入ってすぐにビックスとウェッジというリオニス兵2名を発見した。救援を求めるためリオニスへ帰還しようとしたところを魔物に襲撃されたというが、重傷を負っていたものの
よくぞ生き延びたものだ。お師匠様、あんたの腕を見込んで頼みたい。おいおい、なんだよお師匠様って。気持ち悪い呼び方すんなって。この二人を頼む。一人でこの魔境の奥地へ向かうつもりか。俺は未だに侍の称号をもらえない落ちこぼれだ。でも止めても行くのだろう。承知した。許してくれるのか。エルシレールたちを心配するなとは言わん。だがそのことばかりに心を乱されてはならんぞ。我を捨て力に頼らず、和をもって和となすべし。それを忘れるな。ああ、わかった。肝に銘じとくぜ。俺はこの二人を安全な場所まで避難させたら後を追う。ありがとう。恩に着るぜ。エルシレール、待って。どうした？ミランダ殿が。傷？すまない。悪いのは私です。あなたは私をかばって。ちょっと待って。止血だけでも。ありがとう。少し楽になったわ。今は大丈夫でも、これから先はさらに魔物の猛攻にさらされる。約束してほしい。決して無理はしないと。わかったわ。ねえエルシレール、まだ何かあるのか？勘違いかもしれないけど、魔物が怯えてるように感じられるのだけど。魔物が怯えている？それは私も感じたわ。カーシェも言っていたように。それが我らにも感じられるほどに魔物が怯えているわけか。私たちに怯えているのか、それとも別の何かに。なるほど。そのために魔物たちはカーシェをさらっていったと。考えすぎかしら。いや、ありえない話ではないな。急ぎましょう。私の傷なら大丈夫。手遅れにならないうちに。そうしよう。そしてついに追いついた。カーシェ！今助けるわ。
囲まれたか。エルシレール！この声。カミンロ、どうしてここに？話は後だ。こいつらを片付ける。分かった。すごい、息がぴったり。カミンロ、お前一人でここへ？いや、実はさ。そう、ビックスたちを助けてくれたのね。ありがとう。だがそれは援軍がすぐには来ないということでもあるな。カーシェも救出できたし、撤退すべきかもしれないわね。私、帰りません。カーシェ、どうして？あんな怖い目にあったのに。とても良くないことが間近に迫ってる。それを感じるんです。そういうことなら俺が一緒に行くぜ。アホ、ミランダ殿が負傷している今、身の安全を最優先すべきだろう。ああ、そうだな。エルシレール、お前たちは一旦この魔境から撤退しろ。無茶よ。俺はもう決めたんだ。カーシェ、案内を頼めるか？はい。私は認めぬぞ。俺を信じろ、エルシレール。私はカミンロさんのことを何も知りません。でもわかるんです。素晴らしい素質を秘めた人だと。エルシレールさん、それはあなたもよく知っているはず。こうして俺とカーシャはたった二人で魔境のさらに奥を目指すことになったのだった。エルシレール、やっぱり心配よね。カミッロってもっとだらしない男かと思ってた。ごめん。謝ることなどない。カミンロは頼りなくて情けなくて弱っちくてすぐ女にデレデレして、それなのに時々こいつならって思える瞬間があって。そうね。私は修行中の彼を幾度となくこの目で見てきた。この数日見なかっただけなのに、今のカミンロは見違えるほどにたくましくなっていた。カミンロ、死ぬなよ。エルシレールらに別れを告げ、俺とカーシャは魔境の最奥部を目指す。なあカーシェ、なぜ俺のことを信じてくれたんだ？
私は木々や花、動物たちの言葉がわかる。言葉を使わなくても考えていることがわかる。ある程度だけど。だから俺は木や動物と一緒ってことか。いや悪い、冗談だよ。あなたはエルシレールと深い絆で結ばれてる。さっき別れる時、エルシレールは泣いてた。心の中で。俺がカッコつけてるように見えたか。ううん。あなたは好きな相手にいい格好をしようとしてたんじゃない。エルシレールにいい格好をしてほしい。それだけを考えてた。あなたは自分に自信がない。だからそんな自分を好きになってくれているエルシレールに申し訳ないと考えてる。あなたの頭の中にはそればっかりが。もういい、やめてくれ。俺の心の中全部見透かされてるじゃねえか。でもありがとな、俺のこと分かってくれて。どうした、魔物か。あ、こいつが祭壇。にわかには信じられねえが、ここが門となって未来からヤバいものがこのアードラに持ち込まれてる。そういうことだな。はい。魔物たちがここへどんどん集まってくる。みんな心の中で叫んでる。いずれこの門からアードラを滅ぼす存在が現れることになるのだと。この魔物どもを怯えさせるような存在がそのうち現れるってことか。何かが来る。ちょっと待てよ。もうその存在が現れるってことか。そうじゃない。門を壊されまいとして何かが来る。上等だよ。この祭壇ごとぶち壊してやる。まだ生きてやがるか。カミンロ、無事か。お前なんでここにいるんだよ。お前が心配だからに決まっておろ。リックスとウェッジがリオニスへなんとかたどり着き、援軍を連れて戻ってきたらしい。今頃は魔境の入り口付近にリオニスの軍勢が展開している頃だろう。そういうことだ。お前だけにいい格好はさせぬさ。師匠だが、こいつは手強いぜ。こいつは天意のようにも見えなくはないが、どこか違う。あのような生物兵器を作ろうとした失敗作。
けんなって。そんなゴミを俺たちのアードラに捨てるなんて許しておけるかよ。さあ、俺たち3人がかりでもダメかよ。じきにリオニスの軍勢がここに到着する。それを待とう。ふざけんなって。モントの野郎に美味しいところは持って行かせねえ。そうだな。シムール殿。カビンロ、エルシレール、これを好機だと思う。え？好機？我を捨て力に頼らず和をもって和となすべし。カミンロだけではない。エルシレール、お前も東方で修行を積みながらも侍とはなれずにいた。お前たち二人は我が強すぎるのだ。自分さえ努力し苦労すればきっと相手を喜ばせることができる。そんな独善的な考えなのだ。もっと相手を、仲間を信じよう。楽だけでなく苦さえも全てを均等に分かち合い和となる。和になる。私とカミンロが？お前たちならばできる。自分を信じろ。そして仲間を信じろ。来るぞ。ふざけやがって。これでも食らえ。カミンロ、今だ。倒した。すごい。やったぜ。見たか？見ただろ俺の大活躍。アホ。こんな危険なことを、もしものことがあったらどうするつもりだ。私の身にもなってみろ、アホ。俺は自分を信じた。そしてお前も信じた。お前も俺を信じてくれたんだろ。もう恥ずかしくないだろ。ランダルから逃げ出したとか、竜騎士として大成しなかったとか、そんな奴と一緒にいるなんて、これでもう誰にも言わせないだろ。俺、お前のそばにいたいんだ。だからもう十分だ。十分すぎる。エルシレール、よくやったな、カミンロ。そしてエルシレール、免許開伝だ。え、でも俺さっき竜騎士の技を使っちまって。それがお前の持ち味だ。私もそう思うぞ。ランダルや教会と戦っている時に誰よりも高く跳躍し、僧兵たちを倒して私を救ってくれた。わからんか。
お前は旧体以前の侍に固執し、自分の長所を忘れていた。誰にも引けを取らない跳躍力を侍の剣技に生かすことができれば、そして力に頼ることなく和をもって戦うことができれば、新たな侍となるだろう。俺が新たな侍？新世代の剣豪、この世界で唯一の存在。そこまでは言っておらんぞ。魔物たちの漂わせる恐怖が消えた。魔境はアードラは守られた。じゃあ帰ろうぜ。カミンロ、エルシレール、お前たち二人は侍の免許開伝だ。胸を張ってリオニスへ帰れ。師匠、ありがとう師匠。帰ろうぜエルシレール。胸を張ってリオニス城へ。